かいろんなこうやって任せるとか言いながらいろんなワードをこう言っていくんですけど、数字の13番めっちゃ背負ってる。不吉な数字ですよ。不吉な数字なんですけど、誕生日も13日あるし、それだけじゃなくてタトゥー好きなんですけど、タトゥーも13って彫ってたり、誕生日が13やから13なんですけども、なんかそこにすごいインスピレーションを感じてるというか、昔サッカーしてたんですけど、その時も背番号13や。ほんま？それ自ら選んだでしょ？選んでないです。渡されたユニフォーム13番やって。なんかちっちゃい頃から13番好きで、生まれた日やからっていうのもあるんですけど、いやほんまにいろんな人から、いやそんなに良くない数字って言われるんですけど、でもすごい自分の中では好きな数字。タロットやったことあるんです。聞いたら死神やって。それも13番。エンジェルと13でしょ？はい。どういうふうにこれいけますかね？いやすごいお題ですよ。お題というかすごいだからこのコンセプトっていうか、コンセプト、ダークエンジェル、死神です。めっちゃ考えます、これから。でまあタトゥーの話さっきしたんですけど、ダンスの話全然してないですけどね。背中に死神のタトゥーを取って、大きい死神、ちょっと笑ってるんです。なんか死神もめっちゃ好き。ちょっとそれは後で見せてもらいます。はい。結構そういうの参考になるから。はい。僕はすごいファンタジーな構想というかイメージをいつもしてて、死神とかも勝手に悪いことをしてるって思ってないんですよ。なんか死神って釜をバサンってやったら、なんか人の魂よとかって言うじゃないですか。もしかしたら本当に悪い魂をさばいてるかもしれないじゃないですか。わかんないじゃないですか。そうよね。確かに。タトゥーって結構その人を映し出してるから、入れてるタトゥー見てものすごいわかりやすいっていうか。じゃあ後で一回見てみてください。ちょっとお願いします。見たいですね。背中にいますから。そうですよね。なんかちょっとそういうのはあってもいいかな。そういうことを考えながらちょっと制作したいですね。ぜひぜひ。なんかもしかしたらすごい好みがわかるかもしれないです。ここは。これも彫師の人に任したんですよ。死神彫りたいって言ったら、なんか分かったみたいな感じで、どれぐらいのやつみたいな。なんか最初はこれぐらいとか言ってたんですけど、いやもうそんなんやったらドーンって行こうやって言われて、行きましょうみたいな。だから結局こうやって何々やりたいって言って、こうやって行こうやって言われるの好きなんですよ。なんか一緒にやってる感があって、こうデザインとかもそうなんですけど、なんか割となんかその人がこんなんやってみたい、あんなんやってみたいとかいうのも全然ここ行きましょうみたいな感じで、なんかいろいろパーツを空いてるところに入れていってとかっていうのもあったんで、バイクやけど同じなんかなって思いました。最初その人に、その彫り師の方にも死神がいいってこれは面白いな。コンセプトがこうバババってできて全部を出してしまうとおそらくバイクっておかしなことになってくると思う。そこをどう取っていってまとめていくかっていうところが自分たちのこう仕事やるから、そこはちょっと考えて、めっちゃ楽しみまとめたいですよね。年式とか、そういうのはもう全く分かってなくて、僕すいません、マサさんのチャンネルの視聴者の皆さんに反感買うかもしれないんですけど、仕入れたばっかりのパーツとか、今工房にちょっと転がってるパーツとかは鉄の塊に見えてますよ。それでも大丈夫です。今のところはなんかやっぱり仕上がりがかっこいいからそっから入ってるじゃないですか。ハーレーが好きでとか、いろんなバイク乗ってきて最終ハーレーに行き着いたとか、あとは日頃からハーレー乗っとって最終カスタムに行き着いたとかじゃなくて、この車両もそうですし、出来上がったものが自分にとってめっちゃかっこよかったから、これが自分も将来はって思ってたのであって、その過程の部分は正直全く分かってなくて、作る過程のものっていうのは最後フィニッシュで処理してないもの、ただの鉄の塊、アルミであったり鉄であったりもうほんまに塊なだけなんですよ。一つのものなんです。これをフィニッシュで色つけたりメッキかけたりして初めて製品として機能するっていうか、なら目は別に
合ってます。合ってますか？合ってます。じゃあそこに転がってる鉄は鉄の塊なんですね。はい、まだ塊でしかないってことです。なんかこんな鉄の塊がこれになるんですか？そう、仕上げてこうなるってことですから。いやーすごい。それはちょっと計り知れない作業があるねんなっていうことだけはざっくり。作っていく過程でそういう目で見てもらってたら、出来上がった時にあれがこれかこういうことねですよね。ちゃんと見せてくださいね。最初の鉄の塊の時、はい足運んでいただいて、はい、見ていただいて、この塊がなるんですよね。いやそれはもうぜひぜひ見たいですね。なくならないものを掘るのはすごい性格として好きで、ハーレーも多分その一つだと思うんですけど、カルチャーとかおそらくですけど乗ってきた人の思いとかもあると思うし、でもなくならないものじゃないですか。歴史とかそういうのは、自分が掘れば掘るほど深めていけるから、そういうのは結構好きですね。なのでこういうカルチャー的な部分っていうのにはすごい関心があります。ダークエンジェルですよ。ダークエンジェル死神13。はい。まとめていきます。はい。パーツがどうとか、車体の形がとかっていうのはなんかあんまりピンときてない部分はあります。ただほんまにこの車体がダークエンジェルに見えたらめっちゃいいなって思います。まあ私イメージめっちゃします。ヒロ君が乗ったらどうやって乗ったらクールかな、どのスタイルが一番クールかなとか。そうですね。クールな方がいいですね。プレッシャーすごいですけど。でもそれもエキスポのステージの上に上がりますから。完成はやっぱりエキスポなんで、そこ向けて。時間はあるようでないんで一緒になってやっていきましょう。同じプレッシャーとしてそうですね。免許がない今まだ免許が大型免許ないんで。大型免許持ってなくてこれからですよね。時間はあるようでないんで。ないんです。大型の免許を取ってそうですね。そもそもハーレーを乗れるようになっとかないと資格としてっていうのにも僕もプレッシャーを感じながら。そろそろ取ったとか言われたら、いやちょっとまだ2段階で何してるんって言われるやつですよね。確かに乗るんちゃうんみたいな。時間ないです。間に合うかって。入校してないんでねまだ。そうなんですよ。そうなんですよ。今でもあれですよ、カスタムハーレーだけではなく大型二輪取りたいなと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、持ってる人が多いですかね多分。マサさんのチャンネル見てる方。でもこれを機に大型二輪取りたいなって思ってる方がいらっしゃったとするじゃないですか。なんか結構取れないいっぱいで、なんか新規受け付けてませんみたいな。それだけ大型に来てる方が多いってこと？多分多いと思いますね。そういうのもやっぱ今の言ってる方じゃないと分かんない話だから。その時はあんまりいないです。だからまあ理由がなかったらね、そうですよね。中型ぐらいで、普通はね、十分ですしね。そこからハーレーに行く人が何人いるのかっていう世界だし、当然日本車乗る人もいっぱいいるし、楽しみですね。入校したらまた教えてください。はい。まあ今回のこの2人のバイクっていうのは本当に競争チャレンジで、まあエキスポが終わってその後何が生まれてくるかっていうのも当然あるし、この辺は新たなチャレンジとして、まあ、異業種の2人がやるっていう、なんかすごい万博だけじゃなくて終わった後の楽しみもあるから、そうですね。ここはなんか2人で切磋琢磨して、そうですね。完成させたいですね。完成させたいです。完成させた後のアナザーストーリーも考えながらやっていきながらですね。ぜひじゃあ楽しんでプロセスをちょっと楽しんでいきましょう。では今日はありがとうございます。ありがとうございました。Somebody loves, who is it profit after all?